これで火をつけます。はい。大きい鍋やったら負担がかかるから、皮で、ほら、1キロ200ぐらいになって612になりました。入れます。あ、もう入れるんだ。最初の手入れます。はいだったら1回。なんで？長いよ、30分。何してるんですか？ラズ、何してるんですか？30分煮たところで、お砂糖をちょっと100ほど足そうと思います。パン切ってみました。とろみが具合についたっていうことなので火を止めます。今日は完熟梅をお友達にたくさんいただきましたので、今回はこれを梅ジャムにしようと思います。ここに完熟梅が2キロほどあります。1キロずつに分けました。で小さい鍋でちょっとコツコツやっていこうと思います。できれいに洗ってこの中に入れてます。これまず傷がついてますけど茹でてアクを抜いて、種と皮を取りやすくします。そうすると汚れた皮も一緒に取れますのできれいに茹でたら剥けますから。これ梅干しみたいにヘタ取らんでいいのはもう完熟やから。完熟で木の下にシートを敷いて、落ちてきたのを収穫したのって、でそれをたくさんもらったもんやから、ちょっとそれの処理を。こんなにいい匂いがするもんなんやな。梅はいい匂い。今年は梅ジャムを作ります。でもう完全に完熟してますのでこれでアクと種と皮をきれいに取るためにちょっと一回沸騰させます。いい香りです。もうひたひたになるように入れて、これで火をつけます。はい、少し泡が出てきて沸騰しました。触るともう柔らかくなってますので、これを一応ざるに打ち上げます。ここで揚げる？これで片手で危ない入るので先頭大きい鍋やったら負担がかかるから。ああ、そういうこと、やっぱりねとろけとるじゃん。自分の仕事のしやすい方で、だけとろけてるけど身は崩れてないよあんまり、どうせ潰すけんね。はい、いいよ、捨ててください。それは向こうの桶の中に入れて、向こうの桶にお湯は捨てて。熱いけおいしい。それきれいにこれをそこにあげる。こう。そう。でこれを。そしてこれをこっちに入れて、水を入れる。水を入れて次の分を茹でます。だいたい裏ごしして6割ぐらいが取れるみたいなね。ぶどまりが6割って言ってる？こんな感じでまた沸かすと。火を沸かして、でこっちを？こっちは水を切ってね、水を切ってこれをでも皮取らんといかんのんじゃないの？取るよ。マッシュポテトの分で潰して、皮がねやっぱりちょっと硬いっちゅうか。皮それで取るの？裏ごしして取る。傷がついてるけど、こうやって潰したら皮だけがね、残るのよね。あ、上にね。あ、そういうことね。上っていうか潰して出すと身だけが下に落ちて、でこれで裏ごしするわけね。身がこうやって皮だけ取れて身がね。皮が取れたでしょ。なるほど。これでね裏ごしするわけ。すげえいい匂いするの。いい匂いね。ジャムにはもってこい。やっぱり酸味があるからね、結構糖分も多いね。だから友達が言うには、
5割から7割ぐらいのお砂糖入れた方がいいと思うって言っちゃった。私は、まあ、6割ぐらい、入れて、まあ、味を見ながらね、酸味がこのぐらいならバランス、まあ、我慢できるバランスかなっていう感じで、やっぱり梅やから酸っぱいからね。でもこれと味噌とみりんで割ったりしたら、夏のシャダイとかの蒸したので美味しいんじゃないかな。酢味噌がね。酢味噌に梅が入ったような状態ね。酢味噌じゃないだから酢味噌や。酢じゃなあじゃん。酢じゃこれ梅酢焼き。梅酢なんですこれは。冷凍で梅酢を取るっていう人おったね。冷凍やね、電子レンジで、だから今なってるのは梅酢取ってもいいかなと思うよ。大きいのうちになっとるやろ。うちになっとるやつね。あれを電子レンジでしたら、汁が分離するんよ。でそれで梅酢だけを取ろうかなと思って。割と時間かかるね。そう、裏ごしが大変ないの。で裏ごしの方法を、まあいろいろとやってみたけど、粗熱を取って手が入るぐらいになってからね、プラテをして中で、皮と実を種を絞り取って、もやってみた。結果これが一番効率が良かった。これがまあ結果裏ごしとしてはね、ざるやから粗めやから、割と仕事の効率はほらこんな感じで綺麗に取れるからね。でそれはもう捨てるんだ。捨てるんで次が使ってないところをちょっとつついて、危ない。こう続けとおっしゃる。で要は入れろってことやな。そう、水の中に浸して。熱いけど。暑いのよ。午前中それと格闘してました。なんか下にもえらい溜まっと。綺麗に溜まったやろ。結構取れるね。6、7割ぐらい取れるからね。2キロやから6割としたらまあ2キロで1.2キロ。1キロぐらい、1キロちょっと取れるかもしれんね。種がこれがね大変ない。まるでこのざるの大きいので、中にあれがないのが軸がこのなんていうの鉄枠がない分があったらいいね。一つあるより小さいからさ、多分ええのがあったら見つけとくってだんだんとなんか調理用品が増えるけど裏ごし用の何かはあるんじゃろあるけど、あれはね目が小さいけね。そうね。それとも目の大きい裏ごしのあれとか探したらあるんじゃない？あるんじゃないかなと思う。だけど今度だから100均とかでよう見てみる。ネットで買えよ。ネットで探したら容器いろいろあるよね。いいんじゃない？よし、これで、これはだけ捨てる分やからね、これ。でまたもう一回沸くの待つと。ってことで一旦切ります。2回目のやつがブヨブヨに皮が柔らかくなったんで2回目も揚げます。これをざるに打ち上げて。大丈夫？俺もとか。よっこいしょ。こぼれた。
結構落ちたよ。うん。これは洗いましょう。うん。でまた裏ごしする。そうそう、裏ごし。これもう別の器に移した方がいいくない？うん、その鍋に移した方がいいと思うんだけど、鍋がまだ熱いやろ。でもこいつらも熱かったんやけどいいんじゃない？これで重さを測ろうと思って。あ、そういうこと？うん、だから少し、ちょっと待って、水にさらして冷ます。重さを測らないといけない。よいしょ。で、これを乗せてから、もう冷えてる。冷えてたらいい。これでこうして、でそれを中に全部入れて。で2回目のもん合わせて取るんだろ。520、530。きれいに取ったら550ぐらいになると思う。だいたいね、6割ぐらい違う。これ俺やろうか？そう。あれ。そして。力任せにやってもダメなんよ。軽く押して、皮が潰れたかなというところぐらいで、汚い皮とかを残さんといけんて、力加減があって、その皮まで全部潰してしまわないようにしてる。そう、皮もそう軽く、まあ水分があるからね、水分があるから、裏ごししやすいし、水分はあと飛ばせばいいからね、これした後は煮るから、でだいたい全体量の5割から7割の砂糖を入れるけ、まず最初に1キロやったら500ぐらい準備して、何回かに分けながら入れて、入れながら味見をしてね、ちょうど酸味と甘みがこのぐらいっていう感じの分に仕上げていったら、あんこみ作る時みたいに砂糖を分け、小分けにして入れんと、一気に入れたら砂糖って効かんから。いや溶かしながら入れるような。そう。砂糖はね、1回で入れたら効かない。もういいんじゃない？ダメ。ダメ？もうちょい取って。なんか浅ましいというか。なんで？しっかり取らんというか。分離しとるような気がするけどね。取れたみたいな感じね。あんまりやると皮が下に行ってしまわない。そう。そしてこれの下側を取って、結構取れてる。ラズが。キャタツの。はい。お腹空いた。キャタツでこう顔こすりつけるんだって、何作ってんのみたいな顔して。よし、これちょっとそこの流しの方に置いといて、でこれを入れて、入れなさい。入れて、全部きれいに入れて、私がやろうか。いや、はい、きれいに入れるところはやってください。ちょっと漏れる。ゴムベラはね、やっぱりこうやって取れるのがいいのよね。ガスが。やっぱ水分が結構あって、ほら1キロ200ぐらいになっとるやろ。だけぶどまり6分。そんなもんね、2キロやけどね。でこれを火にかけます。だけお砂糖は600で半分っていうことよね。そうね、50%だね。ってことは700ぐらい入れてる。で砂糖がまだ煮らんといけん。それ水分飛ばさんといけん。水分がかなりあるから。そういうこと？どのくらい煮るの？だいたい
色が変わるほどにするとうん固まるけど、色がそこまで変わらなくって、うんとろみが少しつくぐらいが一番理想的やけど、うんなかなか難しい。でジャムとこの今朝からずっとジャム作りしとるんで、この3種類のジャムができたらしいんですけど、なんかその煮足具合とかがちょっと違うらしいです。後々説明しますけど、これグツングツン寄っとるけど、これ混ぜるといけない。これがね、見えてないし、これが割と固まってる、色がもうあれしてるんだけど、これは20分ぐらいしか煮てないんで、少しとろみがついてます。でこれでがこれも30分ぐらいは煮てるけど、あれやね、固まっとる感じね。だけできれば柔らかくて少し塊ができる感じが一番いいかなと。ちょうどええとろみ具合にしたいってことしたいんやけど、なかなか難しい。そのゴムベラはい、焦げる。そこが焦げんようにするんだよ、このゴムベラ、俺が持って帰ったの。ヨーグルト作りにハマってた頃にチーズケーキ作ってて買ったんだわ、これ確か。そうなの？じゃあチーズケーキ作れるの？いや俺ケーキっていうか洋菓子も和菓子もさ、分量が結構厳しいやん。あれがちょっと無理だな、俺には。砂糖の分量とか超細かくしてるとうまく作れんでしょ。料理とかってさ、母ちゃんの影響なんか知らんけど超適当に作ってしまうからさ。何その影響でって超適当。だって大さじ1杯とか大体で入れるやん。こんなもんかなぐらい。もう納豆に醤油入れるぐらいのレベルで適当に入れるからさ。家庭の味じゃそんなもんよ。これ結構な時間煮とかんといかんのじゃないの？でその間に砂糖を量る。砂糖を、グラニュー糖これ使う。他にはいろいろ白桃も使ったし、ザラメも使ってみましたし。で半分以上入れねえけどね。600手がかぶってしまってる。そんなもん612になりました。これで相当な時間煮とかんといかんのじゃないのそれ。今そこでタイマー30分かける。今から30分かける。じゃあ大体どのくらい煮てるか分かる？でこれ20分煮ただけでもとろみあったってこと？あ、40分になってまあいいや。ちょっと火は落とさんといけないそれ。どこか。はい、入れます。あ、もう入れるんだ。最初の分入れます。はい。ほんのちょっとずつだな。ちょっとその甘みのないプラムみたいな味するよね。でも酸味があるやろ結構ね、酢やけど。梅干し以外のなんてことを考えたことなかったけど、ジャムにするっていうのは。梅ジャム。この辺りでは結構作るんや。梅がなんていうかね、結構家に梅を植えてるとこ多くって、
なるんよね。できちんとさ道の駅に出すように綺麗にはできないからも野ざらしだう、から。そう、だけ取ってもう友達にみんなそこ置いてあるわよっつって見たら段ボールいっぱいちょっと今頑張って作って私もう疲れたからとか言ってから、まあ梅干しにしてみたり、うん梅干しにしてもその梅干しもいっぱいあるしね。8リッターの瓶に2つとか3つとか1回で作るんでしょ。そういうこと樽でみんな作っとるけね。お弁当毎日3つぐらい作ったりする人は、結構梅干しあれやけ、親戚のところはさ樽で作って、お弁当4つか5つ作りよったよね、子供がちっちゃい時もあって、大人4人に子供2人6人か、毎日10個ぐらいの梅干しあれしよったから樽で作りよった毎年みんなそんな感じよね。だから味噌も樽で作ったりとかするし、全部みんな大掛かりで確かにな、最近はもう買うからね、味噌にしても、でも味噌とかあったら相当節約できるかな。だからみんなほとんど自家製よね、この辺りは。いろんなものが自家製だから、味噌を作ってわかめの味噌漬けを作ったりとか、売りとかでも桶でつけるやろ。売りもう土地がもう空きっぱなしやから、なんか植えとかんとあれやし、確かに田舎はねやっぱりその気になれば、そうそう、スイカがだいぶ大きくなった。このぐらいになってる、1個が。母ちゃん画面から外れとるからわからんよ。いいのこのぐらい、この野球のボールぐらいに1個がなって、もう一つはこのくらいから大きくなってないけど、これはダメかもしれん。後付けしたのがあと2つぐらい。あんまりでも自慢しとったらそのうちカラスに食われたりとかするから。シートかけとるけね今。シートいっぱいかけたりで、今日ささげを見に行ったら部分的に芽が出てるけど、わからん。今はこうやってさ、母ちゃんの料理のあれをずっとやるようんだけどさ、母ちゃんはその専門じゃないというか、もともとが農家じゃないからやりたくないって言うんだけど、今例えば母ちゃんがいなくなったとしたらさ、俺畑で何作っていいかわからんわけじゃん。いや、それは本もいっぱいあるから見ながら作ったら苗が売ってるから、その苗を持って帰って、適当に肥料やっとったらいろいろあるよ。888とかね。いや、それを教えてもらっとかんと困るんじゃねえかなと。私が教えるよりは本で勉強しなさい。今ね、なんちゅうの、豆の肥料とかさ、さつまいもの肥料とか、玉ねぎの肥料とか、もう本当に細かく売ってるんよね、肥料が、調合されたのが。みんなそんなん使いよるみたい。もう私は食べかすなんかを発酵させたのを使ったりするから、いや、ちょっととりあえず試験的に今度は今回はキュウリを植えますみたいな。いや難しいね、キュウリも10年作ったって10回だもんね。まあ確かにね、恐ろしくできとったわけやん。前はね。今回はそうでもない。もう食べる分しか植えてないけどでもなんか1回苗植えたらなんか3回4回って出てきよったとかっていうの。だからなかなか難しい。土地がねやっぱり連作も嫌うしね。竹炭がいるよ、竹炭が。竹炭ね、炭作らんといかん。そっちはちょっと別の企画で別の動画にしようとしてますけど、その YouTube ってさ、猫も杓子もみたいなとこあるんだけどさ、なんていうの、どうせ作るんだったら動画に残しといた方がよくねっていう。それは後々のためには、
取っとった方がいいと思うよ、自分のために。うん今作ってる料理のあれとかも、う私がいなくなった時、んあんたがあれどうやって作るんやったっけってうん、あれ食いてえなと思った時に作り方わからんかったら困るもんね。そのために作り始めたものだし、まあ、俺が書きくどいたっていうのもあるんだけど、どうせねてかこの作り始めた時ちょっと変な話になるけどさ、親父が死んだ直後でさ、母ちゃんがちょっとこうなんだか沈んどった時だったからさ、そうね、うつ病で薬も飲んどったし、おかしかったし。でもまあなんていうか定期的に連絡するっつったって元気かね、うん元気よって終わっちゃうから、それやったらもうなんていうパソコン作って送るから、なんていうの1週間に1回その動画を一緒に作ろうっていうのから始めたわけやからね。でもよう続いとるよね。4年5年、もう7回忌が来るから6年が続いてる。でその間に俺が帰ってきるみたいな。でもなんかでもやっぱ帰ってきて正解あったとは思う。最後全部入れたわな。それで600よ。それで味を見て、足すかどうか。まあ煮詰めてからね、うんもうちょっとまだもうちょっと煮詰めんといけんと30分ぐらい。ちょうど今30今7分過ぎたとこゆっくりで、ゆっくり焦げつかん程度に回すとでもなんかそれこそ畑があって海があって、まあ、猟犬があってってやっぱ帰ってきてよかったとは思うけど、こんな俺でも働かせてくれるモバイル、リモートで働かせてくれる保育園さんがおったりとかするからありがたい話じゃんけど、でも泳げもしないし船酔いする母ちゃんで漁もできんしね船のすぐ酔うよ。おかげさまで毎年夏はてかもうすぐ夏だけど夏はアワビ取りしたりとかサザエ取りとかしてるし、今年はもうちょっと頑張んないまあ無理しない程度で。やっぱね何もなくても潜るよね、漁師さんはね。切ったら1回。なんで？長いよ、30分。ああ、動画をね。あと30分じゃこの状態で煮詰めます。30分経って、少し煮詰まってはきてますけど、まだサラサラです。で、甘みがまあまあのところなんですけど、これが冷めた状態だとちょっと甘みが感じられなくなるんで、ちょっと30分煮たところで、お砂糖をちょっと100ほど足そうと思います。ザラメを足そうかって母ちゃんが言ったけど、ザラメだとちょっと味がもったりするんじゃないかってことで、グラニュー糖に決めた。俺のわがままでグラニュー糖になりました。これまだ煮なきゃいけないね。あともうちょっと煮て砂糖が溶けたら分かろう。これで固まるぐらい今30分でしょ、31分くらいか。固まらないかな。固まらないか、ちょっと柔らかいかなっていう感じ。40分煮詰めたらこいつぐらいに、ガッチガチに固まってるぐらいな感じだけどガチガチっていうか、でも柔らかいのは柔らかい。でせっかくなんで味見をしてみようかな。パン切ってみました。
ぷりつけた方がいいのかな。これが40分煮詰めたやつで、ザラメが入ってるの？白桃。これ白桃、でこれはそれはザラメ。ザラメ、ちょっとこれ柔らかい20分ぐらい20分ぐらいのやつ、で柔らかくしたやつ。これがザラメ、でそれはグラニュー糖。これがグラニュー糖、30分以上して。ちょっと味混ざるけど、結構とろみついてるね、思ったより。これで味を比べてみましょう。これがこれか、これがこれか、これ入れてやるか、ね、今作ったやつ。ちょっと待って、これ食ってみよ白桃ね、白砂糖。こいつよ。味6割ぐらい砂糖は。もうちょっと甘くてもいいかなくらいな感じかな。これがこれ。それザラメ。ザラメは甘みが強いよね。ああ、でもそれも6割。癖がちょっとあるやろ、ザラメは。甘みの癖はちょっとあるけど、ちょっと梅と相殺してるかなって感じはするね。ただちょっと梅のね、苦味が出るかもしれない。でこいつがこれ。こいつがグラニュー糖？それはグラニュー糖。味はすっきりするよね、グラニュー糖は。味はすっきりするっていうか、梅の味がこう際立つ感じが、ただ一番ジャムって言えばこれかなって感じはするな。白桃。なんとなくね。煮詰めとるからやろ。今つけてくれてますけど、はい、これが今グラニュー糖だけで作ってるやつ。あったかい割に甘みがあるけど、7割。ただこれが温度が下がったら、多分その酸っぱさがやっぱ立つな、これと同じになるねっていう感じはするね。グラニュー糖はね、元の味が際立つからね。で砂糖の種類とかを変えてやってみても、その楽しみは増えるかなって感じ。好みでね、本当もう硬さも好み、甘さも好み、こういうのはもう自由自在に自分で作れる。で、酢で作って割と固めっていうか、このぐらいのね硬さ、このくらいジャムっていう硬さぐらいにしてやると、友達が言うには冷蔵で1年持つよって言ってました。その人はもう毎年梅ジャムを作ってて、梅ジャムをよくそんだけパン食うなって感じがするけど。朝はパンだからね、そこは夫婦で。足長そう。足が長そう。何それ。パンは消化にいいから、足が長くなるんだって。そうなん言うてやろう。なんだよ。いやでも欧米人の足が長いのそうなんよ。身長もあんまりないよ。あ、そうなんだ。150ぐらいない。150あるかないかぐらい。で同じ職場の人やけど、私がこんなんいろんなものを作ったりして食べてもらったりするから、ジャムあるよとか芋あるよとかいろんなことをあれして煮始めから1センチぐらい下がったかな。ちょっとね。まだこれでもとろみがついてる。でもまだとろみはついてない。
だからやっぱ結構とろみをつけるにはね、やっぱ、最初水分がやっぱ多いと、茹でて茹でこぼすけどやっぱり水分吸い込むから、なんね。でもなんか食べる時は、少しこう柔らかい方がジャムとしては食べやすいっていうか、カチンカチンよりはね。であと柔らかい分は本当に酢味噌にしてね、味噌と混ぜて、それこそタコとかイカとか、ああいうので酢味噌和えにしても美味しいんじゃないかなと思う。だからそれぞれに作ってるのそれぞれの用途で使ったらいい。なるほどね。パンだけではなくって、硬かったらその加工とかはしやすいよね。なんかに混ぜて。じゃあピザとかに塗ってもいいし。柔らかいのは酢味噌にしやすいからね。そうそう、混ぜやすいし、いろんな料理に分け着でね、酢味噌和えしたりする時にもそんなの使えるんじゃないかなと。これと同じような瓶が向こうにあと12345678910個ある。友達も20本ぐらい作っとったけど、私も友達は冷蔵保存するっつったらもう冷蔵庫また1個買う。まあでも今の時期やったら、冷暗所でしばらく置いて、まあ3、4ヶ月経って冷蔵入れてもいいし、冷凍庫が空いてるんやったら、8分目ぐらいに入れてるものは冷凍保存して食べる時に出すっていうか、夏みかんの時と同じような感じで保存してもいいんじゃないかなと思う。まあこれで食べてくれる人がおったらあげるから近くのおいちゃんとかパン食べるの好きやけ、この間夏みかんとかあれしてやったけど、割とその大量になんか手に入ったものはなんかジャムにしちゃうよねって感じだよね。なんかうちはねジャムにしたり、とにかくなんかいろんなものが大量でね、さくらんぼでもどさっときたり、たけのこどさ一気に来るからね。田舎はそんなもんやろ。吹きの時期には吹きだし、きゅうりはもったいないっていう感覚が働くんやろ。ささげが取れればどさっとささげやし。40分経ちました。まださらに10分ぐらい煮る感じ。そうね、もうちょっと煮ようかね。3やった。3やったよ、強さが。じゃあさらにあと10分煮ます。ちょっと強火で焦がさんように。とろみが具合についたっていうことなので火を止めます。ちょっととろっと落ちるぐらいにした。それぐらいで。あとこれ熱いって母ちゃん言ってたけど、さっき指に飛んでめちゃくちゃ熱かったので気をつけてください。マジでクソ熱い。本当熱いからね、本当気をつけねダメよ。ジャムの時は温度が高いからね。めっちゃくちゃ熱かった。大やけどするから冷やす時ついたところ。これで冷まして瓶詰めしたらいい。もう少し冷ましてからにせんと危ないよ。溶岩かぐらい熱い。そう。だからそれで一応。はい。って感じです。何してるんですか。ラズ。何してるんですか。口の